どうもリュウクです。今回はアルパカのメトロバックパックについてレビューしていきます。アルパカがぜひレビューしてくれと送ってきたこのバックパック、実際使ってみたら想像以上に良かったのでレビューする予定はなかったんですが、今回動画を回しています。それでは行ってみましょう。それでは最初にメトロバックパックについて簡単におさらいしておきます。メトロバックパックはアルパカから出ている最も小さいバックパックです。収納可能な容量は12リットルで、これは前回紹介したエイブルキャリーの13デイバッグ13リットルよりもさらに小さいサイズです。メインスペースには14インチまでの PC が収納可能で、本体が上から下まで完全に開くワイドオープンな仕様なのが特徴です。各分も撥水性の高い生地だったり YKK ジッパーなどを使用しているので信頼性の高い構成になっています。それでは早速良かった点から話していきます。まず1つ目は大きく開くというポイントです。バックパックには大きく分けて2つの開き方が存在します。カバンの上半分が開き、上から物を出し入れする袋状のタイプと、2つにパカッと割れて大きく開くキャリーケースのようなタイプです。このメトロバックパックは後者の方で、上から下までジッパーを大きく開けることができます。物を入れる上で整理整頓がしやすいのはもちろん、横から物を取り出したい時にも役立ちます。個人的には細かいものを整理したいのでこのタイプが好みです。一方、細かいものをいちいち整理せずに大雑把にガツンと収納したい人は袋状の方が使いやすかったりします。どちらの方が便利かはシチュエーションによって異なるので、一概にどっちの方が優れているとは言えませんが、主にガジェットの収納が多い人には大きく開く構造の方がおすすめできると思います。シンプルかつ綺麗なシルエット。このバックパックを使って最も驚いた点はシルエットのかっこよさです。中に入れるものが少なくてもパンパンに物を詰めていてもバックパックの形がほとんど変わりません。それなのにバックパックの生地に芯材、中の厚いクッションのようなものが入っておらず、全体は柔らかい素材でできているのでバッグが硬くてなんかかさばるなっていう印象もありませんでした。蓋の部分にはクイックアクセスポケットがありますが、四つ角の縫い目からジッパーが浮き出た感じのデザインになっており、あまり存在感を感じさせない工夫がされています。メインスペースのジッパーも閉めると隠れるデザインになっているので、背負った姿は非常にシンプルに見えます。ショルダーハーネスにチェストストラップなどはなく、ガチャついた印象を一切与えない隙のないバックパックだと思いました。コンパクトでかさばらない。このバックパックはとにかく小さいです。12リットルの容量しかないので当たり前ですが、物が入らないので必然的に軽くなります。シンプルなデザインも相まって使っている最中は非常に身軽な気持ちになれます。持ち物は少ないが両手を開けたいのでバックパックを使いたい。スーツを着ているのでなるべく小さくてシンプルなデザインが好ましい。現在エアーのスリムパックを使っている。現在アークテリクスのブレード6を使っていて物足りなさを感じている。今言った人たちにはぜひ試してほしいなと思います。ここまでが良かった点です。ここからは使っていて少し気になるなと思った点を話していきます。まず最初はジッパーが引っかかるというポイントです。前半でジッパーが隠れると言いましたが、これは悪く言うとジッパーのすぐ近くに布があるせいでスムーズな開閉が阻害されてしまうということを意味します。慣れれば気にならないので一概に悪いとは言えませんが、買ったばかりの段階では引っかかりにストレスを感じると思います。またこのバックパックはメインスペースとフロントポケット以外、外部からアクセスできるポケットがありません。頻繁に使用するメインスペースのジッパーが開閉しづらいのは人にとってかなり不快なポイントになると思います。チェストストラップがない。他のバッグでよくある仕様として脱着可能なチェストストラップを装備したハーネス。これはよく目にします。
しかしこのメトロバックパックにはそもそもその選択肢がありません。もちろんこのことによってコストダウンが図られており、見た目もよりシンプルになっていることは事実です。しかしチェストストラップが必須条件の人にとっては悲しい仕様となっています。個人的には背負った時のフィット感は満足していますが、自転車などアクティブな使い方を想定している人は肩からずり落ちないための別のアプローチがもしかしたら必要かもしれません。ボトルポケットが外側にない。折りたたみ傘や水筒などはメインスペースに収納するしかありません。もちろん使用後の濡れた傘や夏場で結露した冷たいペットボトルなどを収納するのはかなり抵抗があります。内部にはボトルを収納できそうな形をしたポケットがありますが、ここは使ってしまうとかなり中の体積を取られてしまうので、スムーズに出し入れするポケットとしては少し慣れが必要です。シンプルな見た目とトレードオフになりがちですが、個人的にはあった方が嬉しい機能なので少し残念です。出先で荷物が増えると積む。言うまでもないですが、小さいので追加の荷物を収納する能力は限りなくゼロに近いです。出先で急にお土産をもらったり、買い物した後に袋をもらい忘れた場合などは両手が塞がること間違いないです。このバッグを買った段階で覚悟の上かもしれませんが、出先ではなるべく荷物を増やさないようにする必要があります。キーホルダーが少し特殊。キーホルダーはアルパカ独自のマグネットで脱着できるリングになっています。リング自体はぐっと力を加えると外れますが、少し外しにくくて手が痛くなったりします。といっても一度通してしまえば脱着可能なキーリングとして使うことができます。しかしこのリングは以前のハブシリーズのマグネットリングよりも少しサイズが大きくなっています。なので鍵自体がかさばってしまい、あまりスマートに見えないなという印象です。さらにバックパック側にはこのマグネットリングを装着するためだけの紐が取り付けられているので、基本的にはその他のキーホルダーやカラビナを使用せざるを得ない作りになっています。幸いなことにこのマグネットリングのホルダーはベルトを通すパーツの真ん中が切れているので、ベルトを切断したり縫い直したりせずに取り外すことができます。取り外した紐に好みのカラビナをつけることで自分の好きなキーホルダーで運用することも可能でした。このことに気づきさえすればかなり自由度の高いバックパックとして使うことができますが、気づかずに使っていたらこの独自のマグネット式キーリングを受け入れる、もしくは使わないまま放置することになっているでしょう。全体的にはクオリティが高く、見た目もシンプルで使いやすいバックパックです。外からのポケットが少なかったり、チェストストラップがなかったり、かなり振り切った仕様ですが、そのあたりが気にならない人であれば非常に気に入ると思います。僕は実際数週間使ってみて、小さいバックパックで過ごす快適さと楽しさを実感できました。持ち物が少ないと身軽な気持ちになりますが、カバン自体も小さいとそれをさらに体感できるので、外に出て何かしようという気持ちにさせてくれる、そんないい相棒になってくれると思います。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバックパックのレビューや生活に役立つ情報について動画を作っています。もう一つのチャンネルのイミグラムではバッグをパッキング形式無言のスタイルで200個近く紹介しています。こちらもぜひチェックしてみてください。TikTok、X、Instagram もやっています。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。